Hello everyone! Welcome back to my channel! ジャパンハラルフーディーのヨシトです。今回は日本のファーストフード店を調べました。残念ながら普段の食事に関するコンテンツって少ないんですよね。私も海外に行った時にファーストフード店を見かけると非常に安心するんです。でも皆さんは海外で食べれるもの、食べれないものありますよね。この動画を見ればあなたが日本でどのメニューが食べれるか食べれないか分かるので、もう悩むことはありません。日本滞在中の一番の時間の浪費は食事に悩むことです。日本ではムスリムの方が食べれるものは残念ながら限られています。今回の動画で予習復習して日本で楽しい時間をぜひ過ごしてください。今回調査した店は5つです。モスバーガー、ロッテリア、ドムドムバーガー、フレッシュネスバーガー、そしてラッキーピエロ。これら5つのハンバーガーチェーン店は日本発祥のお店です。そして大事なことを皆さんにお伝えします。今回の調査方法なんですけども、お店には直接連絡していません。ウェブサイトに載っている原材料やアレルギー表示を確認しています。具体的に言うと、牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンが入っているのかを調べています。そして注意してもらいたい点は2つ。28種類のアレルギー表示以外のものを調べることはできません。最終的にはあなた自身で食べる、食べないの判断をよろしくお願いします。それでは行きましょう。まずはモスバーガー。モスバーガーは1972年創業のハンバーガーチェーン店です。日本全国に1200店、海外には450店舗あります。1つ目、モスバーガー。まずは代表的なモスバーガー。牛肉、鶏肉、そして豚肉の使用があるのでハラムですね。2番目、照り焼きバーガー。日本のハンバーガーで人気の味、照り焼きです。牛肉、鶏肉の使用があります。豚肉は使っていませんが、調理器具を共有しています。3番目、照り焼きチキンバーガー。照り焼き味のチキンバーガーもあるようです。もちろん鶏肉の使用はあります。牛肉と豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。4番目、フィッシュバーガー。鶏肉、豚肉、そしてゼラチンを使用した商品と揚げ油を共有しています。5つ目、モスライスバーガー焼肉。モスバーガーにはお米を使ったハンバーガーがあります。牛肉の使用はあります。鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。そして最後にソイモス野菜バーガー。モスバーガーでは動物原料不使用のメニューがあります。それは大豆を使ったソイバーガーです。もちろん牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。完全に牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンと分離されたメニューというものはありませんでした。調理器具に関しては洗浄しているかどうかは分かりませんでした。どうしても狭いキッチンで製造するので調理器具を共有するのかもしれません。洗浄しているのか使い回しているのかも分かりませんでした。次はロッテリア。1972年創業のハンバーガーチェーン店です。日本全国に400店舗あります。1品目、絶品チーズバーガー。ロッテリアの代表的な商品といえばこの絶品チーズバーガー。残念ながら豚肉使っているのでハラムです。2番目、照り焼きバーガー。やはり照り焼き味はどのハンバーガー店でもありますね。牛肉と鶏肉、そしてゼラチンの使用はあります。豚肉に関しては調理工程で混入の可能性があります。3番目、ソイ野菜バーガー。ロッテリアにも動物性原料不使用のメニューがあります。牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。しかしながら調理工程で混入の可能性があります。ロッテリアも牛肉、豚肉、鶏肉、そしてゼラチンと完全に分離された商品はありませんでした。3番目はドムドムバーガー。これは皆さん知らないんじゃないですか。日本人では30歳以上の人はみんな知っている有名なハンバーガーチェーン店です。今は全国に25店舗あります。残念ながらアレルギー表示を確認することができませんでした。1番目、ビッグドム。おそらくドムドムバーガーの看板商品でしょう。牛肉の使用があります。2番目、照り焼きバーガー。やはり照り焼き味は鉄板ですね。鶏肉の使用があります。3つ目、フィッシュバーガー。なぜか記載がありませんでした。4番目、お好み焼きバーガー。これは大阪好きの人には人気がありそうですね。鶏肉、豚肉使用なので残念ながらハラムです。そして最後に手作り厚焼き卵バーガー。これは期待できそうですね。早速調べてみましょう。牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。調理器具の共有に関する情報は何もありません。先ほどの2社と比べると情報がちょっと少ないですね。4番目はフレッシュネスバーガー。今回紹介するお店の中でも一番ハイエンドなお店だと思います。全国に170店舗展開しています。クラシックバーガー。これは私が大好きなバーガーです。牛肉の使用があります。
鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。店舗で混入する可能性があると記載があります。2つ目はフレッシュネスバーガー。牛肉、鶏肉、そして豚肉の使用があるので残念ながらハラムです。照り焼きバーガー。大人気の照り焼きはどうでしょうか。牛肉の使用があります。鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。店舗で混入する可能性があると記載があります。4番目、フィッシュバーガー。牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。店舗で混入する可能性があると記載があります。そして最後に成田空港ベジタブルバーガー。日本の玄関口成田空港で食べることができる限定商品です。牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。店舗で混入する可能性があると記載があります。フレッシュネスバーガーではアレルギー表示を英語で確認することができます。そして最後にラッキーピエロ。皆さん知ってますか？北海道の函館で有名なハンバーガーチェーン店です。函館市内に17店舗あります。残念ながらウェブサイトでは原材料やアレルギーの表示を確認することができませんでした。ちょっと時間があるのでせっかくなのでマクドナルドも行ってみましょう。マクドナルドは日本で一番店舗数が多いハンバーガーチェーン店です。日本全国に2900店舗あります。1つ目、ハンバーガー。牛肉の使用があります。豚肉、鶏肉、ゼラチンの使用はありません。鶏肉と豚肉はコンタミの可能性があります。ビッグマックバーガー。牛肉の使用はあります。鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。鶏肉と豚肉、そしてゼラチンはコンタミの可能性があります。3番目、照り焼きバーガー。実は皆さん知ってるかもしれませんけど、日本の照り焼きバーガーは豚肉を使ってるんですよ。なのでハラムです。マレーシアは牛肉と鶏肉で選べましたけどね、残念。4番目、フィレオフィッシュ。牛肉、豚肉、鶏肉、そしてゼラチンの使用はありません。牛肉を原材料としたフライ油を使っています。ゼラチンはコンタミの可能性があります。そして最後にエビフィレオ。牛肉、鶏肉、豚肉、そしてゼラチンの使用はありません。牛肉を原材料としたフライ油を使用しています。皆さんいかがでしたか？残念ながら日本のハンバーガーチェーン店はハラル認証がありません。詳細ページに各社の原材料を確認できるリンクを貼っておきますので、最終的には皆さんの方で判断してください。よろしくお願いします。でも皆さんやはり日本に来たら美味しいハンバーガー食べたいですよね。ちゃんとあるんですよ、ハラル認証のお店が東京に。最後にそちらの店を紹介して今日は終わりたいなと思います。東京のリュックスバーガーさんです。私もこの間の3月に東京に行った時に行ってきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ行ってみてください。インドネシア人のお店の方が働いています。本格的なお店で私のおすすめはラム肉を使ったバーガーです。ぜひ東京に行く際は訪問してみてください。お店のリンクは下に書いておきますね。Hello, this is Yoshito, Japan Halal Foodie. Today I came to Ryuk's Burgers in Ningyocho, Tokyo. I ordered the one of the most popular one, cheddar cheese burgers. They got a Japanese halal certification by Japan Halal Foundation. You can arrange your burgers by adding some vegetables and sauce. It is very fun to make my own burgers. If you come here for dinner, you better save your lunch, as it is very big volume. いただきます。They are offering beef and lamb burgers, and the lamb one is most popular. So I will try lamb one when I come to here again. You can see Muslim guy working here, so that you can feel relaxed. ごちそうさまでした。はい、今回は皆さんに日本のハンバーガーチェーン店を紹介しました。こういうお店調べてほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。そしてチャンネル登録といいねをまたよろしくお願いします。また会いましょう。さよなら。